私たちになんとTonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have some up for anything like that. 皆さんこんにちは、ぽっちでみす。ちこです。イエイ、ハッピーライフチャンネルです。今日はですね、はいもう本当に嬉しいご報告がっていうか、もうタイトルにそうですね、もう載ってるんで、載ってると思うんですけど、私たちになんこの度はい、私たちせーの子供を授かりました。決めてないのにじゃないの？赤ちゃん子供をが授かりました。できました。あ、そっち。赤ちゃんができました。本当に皆さんにお待たせしてしまって、ずっとね、もう待ってますっていう応の言葉だったりとか、はいたくさんいただいて、妊活始めますって言ってからは2年と半年ぐらい、ようやくこうやって嬉しい報告ができて、私たちもすごくハッピーですし、待ってくれた方にも喜んでもらえる報告なんじゃないかなと思ってます。はい。まあ気になる、どっちが妊娠したのっていうことですよね。はい気になるところは。はいまあ私がもともと妊活を始めてたんでね、妊活中報告動画を年に1回出してた。一応ちょっと皆さんにさ、なんかこう報告ないと、あれやめちゃったのとか、なんか心配なお声とかもねいただいてたのでだったんだけど、でポッチが途中で始めましたよって言った。そうポッチ言ったのかな。言ってたよね、言った確かに。かもしれない。だから私が妊活最初スタートしたんだけど、もうこの際同時進行で妊活していこうぜっていう感じで2人でちょっとやらせていただいてたので、まあどっちが妊娠してもおかしくなかったぞっていう状況、ではありました。はい。はい。そこで、今回妊娠したのが、なんと私です。こんにちは、どうも。みっちゃんのお腹に赤ちゃんがいるっていう感じになります。結構ね、なんか、ぽっちが妊娠だっていう噂を、はい。結構ね、聞いて、そうですね。ぽっちさんおめでとうございますみたいな、こうありがたい、すごく嬉しいことなんです。私にもおめでとうって言ってくれるのはすごくありがたいことですごく嬉しいことではあるんですけど、なんだろうね、なんかこう体型なのこれは嬉しくないからね。失礼、ただの失礼。違う、マジでさ、このさ妊活始めますって言ってからさ、あれ妊娠したのかなとかさいう話を私一回言われなかった。でもポッチめっちゃ言われてた。でポッチ妊活してないの、しかも。私が妊活始めますって最初の頃言ってたじゃん。言ったのにかかわらず、ポッチ妊娠したっていう疑惑がすごい上がってたんですよ。今日からね、もうちゃんとこう言ってなかったから、やっぱりいろいろどっちのなのかなっていう憶測が生まれてしまったっていうのもあるので、今日からみっちゃん、はい、おめでとうというふうに言っていただければなと思います。もちろんありがたかったはありがたかったんですけれどもありがたくはないだろう。妊活してる最中にホルモンバランスの影響がなかなかできないストレスとかで、もうブクブク太っていって、妊活始める前からほんと10キロぐらい太ったわけ。そうでだから絶対は妊娠したんですかみたいな言われるだろうと思ってた。1回も言われないの。服なの。私今さ病院通っててさ、産科に通ってるわけじゃん。ダントツで妊娠してないのね。妊婦さんじゃないの。周りってみんなさ、なんかこうゆったりした服とか、あと大体こういう色の服着てる。黒とか着ないの。みんな大体なんかふわーっていうベージュとか柔らかい色着て、髪も柔らかくまとめる。私ピチピチっていつもお団子にしてるんだけど、そういうんじゃない。まあしかも大体この私たちを見て大体イメージね、良くないイメージって良くないけど、ポが妊娠するっていうふうにね思う方が結構いると思うので、まあそのイメージを覆したぞと。今回ねサプライズでイメージ覆したぞっていう感じでやらせていただいてるんですけども。まず私たちが同性のこうカップルっていうことで、まず妊活をねするっていうのを言った時にもすごくいろんなご意見いただいてて、なんかこうどうなんだろうみたいなご意見とかもたくさんあったので、本当はねもう公表するのやめてもいいんじゃないかなっていうぐらいには思ってたんだけど、やっぱ応援してくれてる方とか、そ
そのねなんかどうなったのか知りたい方っていうのもたくさんいるし、同じようなカップルさん妊活してる方とかにもこうなんか動画アップすることで伝わることとかもあると思うしっていうので、私たちは公表を妊活をしますって言ってるし、やっぱりした方がいいのかなっていうのですることにはしたんですけど、ただ詳しいご説明というか、こうどういう風に授かったのかっていう本当に詳しいところの説明とかはちょっといろいろ話せない部分とかも正直あったりして、一応会員制の SNS の方で妊活をしてますっていうところから全部こうお話ししてはいて、誰でも見れる場所でいろいろお話ししてしまうとちょっと難しい部分とかもあったりするので、そこはねご了承いただけたらなと思います。で一応今時期的には安定期に入っていて、今皆さんが見てる段階で6ヶ月ぐらいになってるんじゃないかなと、なるので一応安全な時期ではあるんですけど、やっぱりこうホルモンバランスとかもいろいろあるしデリケートな時期なので、こういろんなご意見があるとは思うんですけど、一応こう優しい感じでコメントをしていただけたらなって思います。これからの動画とかもあると、一応妊活 Vlog だったりつわりの時期のつわり Vlog だったり、そういうのも取りためてたりはするので、楽しみにしてくれたらなと思います。最近ねやっぱりどうしても私が今までよりはさ動けなくなったり、動画の頻度とかも減っちゃったりしたわけよ。したわけよってか減ってたよね。めっちゃごめんねっていう感じ、本当に減ってて、それも何も言えなかったのね。そうだけど久しぶりでもずっと待っててくれる方とかさ、コメントとか DM とかですごい心配の声もいただくんですよ。どうしたのとか、あと別れたんじゃないかな疑惑みたいなのも出てて、やっぱ心配してる方に何にも言わずに生まれましたよよりは一応ご報告した方がいいんじゃないかなって思って、でこれからお腹が大きくなっていったらそれこそ生まれるまではさ動画を出さなくなっちゃうじゃん。それがポッチしか映らないとか、私はもう実は消えたんじゃないかっていう、どこ行ってそれこそ別れたんだとかこの辺アップめっちゃ近いトーク動画とかになるみたいな、こういうなる、顔近くないですかみたいな、今回みたいな感じになっちゃうから、ご報告はしようねってことになったんだよね。そう思ったよりだから安定期にっていうので、当初思ってたよりはかなり遅いご報告にはなってしまったんですけど、一応この場をもちまして、ご報告とさせていただければなと思ってます。その体調が結構すごく悪くなるタイプではなかったから、そんなにね何にもできないっていう風にはならなかったんだけど、やっぱお仕事とかはちょっとなんかこう安静にするっていうのもあったりとかして、で安定期入る前はアクティブになんかいろいろ出かけたりとか、そういうのもちょっとしづらかったりとかして、これからすごく更新頻度が高くなるかって言って、まだこうやっぱ妊娠もしてるし、これから赤ちゃんが生まれたらっていうのも考えると、すごくコンスタントに上げてた時よりはちょっと減っちゃうかなっていうのはあるんですけど、YouTube をやめてしまったりとか、こう別れてしまったりとかっていうそれは分かんないよね。どっちも別に分かんない。楽しみにねこれから見ていただけたらなっていうふうに思います。アクティブに出かけられなかったとかって言うけど、この次の動画はね旅行の Vlog にそうなってたりするの。ずっとできなくてさ、できましたって言われてもさ、いつ何があるかって本当に分かんないじゃんっていうので、本当になんか安静にちょっとでもなんか違和感感じたら、なんか安静にしなきゃみたいな気持ちになって、今安定期って聞いてなんかわかんないけど、なんかちょっと大丈夫なのかなみたいな気持ちにもなってきてるっていうか、まだわかんないよ。だからそういうね、先輩のね妊婦さんたちもねいっぱいいて、言いたいこともいろいろあるかもしれないんですけど、なんか優しい目で見守っていただきたい。性別も今私たち現段階ではわからないから、なんかこうみんなどっちだと思うとか言って予想してくれたりとかしたら嬉しいなと思います。でこのね動画で、今最後まで見てくれてるのはいつも見てくれてる皆さんだと思うんですけど、なんかこうね、この同性カップルが妊娠しただとかで初めましてって見る方とかもいらっしゃると思うんですよね、やっぱり。でその時になんかお前かよみたいな、なんか男みたいな方がみたいな声とかもあるんですよ。そういうのもうるさい、まずうるさいんで、あと
こういうね、迷ったんですよ、今日こういう。もしかしたら私たちのこと知らない人が見るかもしれない動画で、こういうなんかネックレスとかつけてるとなんか首輪なのみたいな、なんかこう、強そうとか、なんかそういう声とかも、一旦潰しとこうかな、みたいな感じ。こっちの可愛らしい方が妊娠したんじゃないのかよ、みたいな声とかもね、絶対入ってくるんで、それは一旦こうなしだぞっていうので潰しときますね。はい。で、これもできなくなったんで、そういうコメントの方が。はい。一個だけ、多分皆様にお伝えしてなかったことで、私たちがどのように、女性2人で妊娠が無理じゃんって。物理的な話そうそうそう。なんですけど、さらっとにはなるんですけど、一応私たちは精子提供をしてもらって、ドナーさん、お友達だね、今のポジション的には。そうね。協力してもらって、授かったっていうような感じです。精子バンクを使ったりとか、いろんなタイプがいると思うんですけど、私たちはドナーさんなんでお願いするかっていう風になったのかっていうのが、全くそのお父さんっていう存在を作らずに育てるパターンのこのファミリーっているじゃん、同性ファミリーって。そういうのを全然否定してるわけでもなく、自分がもう一からその子作りのプロセスを考えてる時に、お父さんっていう存在が作れるんだったら作っといてあげた方が子供にとってはコンプレックスが一個減るのかなっていう、海外の精子バンクとか使ってっていうのも考えたんだけど、やっぱりこう日本語が話せない本当に会ったことない人ってなると、将来的に子供がどうしてもやっぱ父親って誰なんだろうっていう時期って来ると思うし、そういう時に合わせられない、どういう人なのか説明もしてあげられないっていうような状況よりは、やっぱ近くで見守ってくれるスタイルの方っていうのが、私は本当に最初から考えた時にそういう人がいいっていうのがあったので、本当今も家族行事にもう参加する、それこそ安産祈願にも一緒に行ったりとか、そう近くで一緒に見守ってくれてるようなスタイルでやってます。それがこういい悪いっていうのは本当にいろんな意見があると思うし、それぞれのご家庭でのスタイルっていうのがあると思うけど、うちは一応お父さんっていう存在を作ってはいますっていう感じだから、お父さんがいなくてかわいそうとかっていうご意見も本当にたくさんいただいたんですけど、私なんかこうお父さんっていう存在が嫌だとかっていう人も多分いると思うんだけど、ポジション、でもお父さんってそもそも何なのかってよくわかんないじゃん。お母さんお父さんって何？育てたから産んだからで、じゃあ産んでなくないお父さんってっていう、お父さんのさ、もう母さんもよくわかんないし、だからその固定概念的なのを抜かして、なんかその確かに家族でさ、お母さんお父さんってなんか変じゃないみたいな感じで、お父さんって呼びたくないとかっていうのもあるかもしれないんだけど、ポジション的にお父さんみたいな感じ。自分の子供の父親だから、私たちにとってもちゃんと重要な存在になってるので、そういうスタイルのご家庭があるかどうかはわからないんですけど、私たちはそういう感じのにしているので、そこの部分ももしかしたらなんかこう参考になったり、ちょっとなんか悩んでる人とかがいたら、それもありなんだとかって思ってくれたらなって思います。嬉しいご報告だったんですけど、ね、生まれてみないと分かんないこととかもたくさんあるし、嬉しそうに見えてる今私たちって。分かんないんだよね。嬉しそうかなんかこの間ね、この間っていうか会員制の SNS の方でさ、ライブ配信とか結構やるわけよ。その時に授かってからなんだけど、なんか嬉しいですかってなんか言われたんだよね。あんまり嬉しくなさそうか、なんかすっごい冷静ですねみたいなこと一回言われたことがあって、なんかもしかして嬉しく映ってないのかなみたいな思ったんだけど、それなんでかなって思ったら、やっぱなんかまだ信じきれてない自分がいるみたいな。そう、今も毎回検診に行く時になんか本当にいるかな、できなかった時期がさ長い分さ、めちゃめちゃ嬉しかったけど、その分なんか何かが今後あったとしても、なんかまだギリ保てる自分でいなきゃみたいな気持ちが強い。わかるわかる。私的には結構その気分が強いから、なんかめっちゃ嬉しく報告してないかもしれないし、実はできてやなんじゃねみたいな目で映ってることはないか。それはないでしょ。こんだけやってて。そうだよね。すっごい嬉しいんだけど、まだちょっと、まだ別に不安だよ。も何パーかあるし。ていうかまだわかんないからね。だからごめんなさいっていうか。だからここから何かあっても皆さんと一緒に支えてくれるっていうことで。で、その数パーセントの不安と、私はすごく現実的に考えちゃうっていうのもある。なんかこう、生まれたら、
これどうしようかなとか、なんか本当になんかこう生活スタイルどうしようかなだったり、いろいろその後どうしようみたいな、それこそ役所の手続きどうやるんだとか、保育園どうするんだとか、いろいろすごく現実的に考えてて汗汗しているっていうのもありますね。そういう感じです。嬉しいよね。嬉しいよ。はい、嬉しい。もちろんすっごく嬉しいんだけど、なんか一歩引いてみてる自分がいい。家族もみんな喜んでて、そうね、こっちの家族にはもうみんな家族伝えてて、すごくハッピームードではあります。はい。なんで、これからですね、3人と1匹3人と1匹の4人家族。もう耳聞こえるんだって。耳聞こえるね。4人家族で、はい、頑張っていこうかなと思いますので、ぜひ皆様今後とも応援の方よろしくお願いします。こんな感じで私たちからの嬉しいご報告でした。今日の動画良かったなって思った方はグッドボタンとチャンネル登録、コメントもぜひお願いします。そして私たちは SNS もやってますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。バイバーい。言った？全部。だよね。妊娠したってこと言ってた？言って言ってないとしてもタイトルに書いてあるから無事だよね。久々すぎんっていうか、久しぶりになんかこんなんやったし、なんかこんなんやったし、久しぶりにバイバイの声も高かったし、大丈夫かな？今日なるちゃんの誕生日です。誕生日だったんですよね。はい。3歳になりました。3歳になりました。そうややこしいからちょっと出してないんですけど、そうそうそ見づらくなっちゃうからね。大丈夫だってね。難しいね。う。YouTube って難しい。難しいね。いや28分しかやってないんだけどさ。いつも1時間とか。1時間とかさ余裕でさ来てたさ、やばいわもう40。でもちょうどじゃあうまい、逆にうまいって。あ、そっちか。よかった。じゃあおやすみなさい皆さん。お元気で。